今日は具沢山のスパゲッティサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はお野菜と具材がたっぷり入ったスパサラを作りたいと思います。スパサラを作ると麺同士がね、どうしてもくっついてしまったりとか、あとは麺が硬くなってしまうこともあるかなと思います。冷めてもパスタ同士がくっつかない方法なども一緒にご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。スパゲッティ、きゅうり、玉ねぎ、人参、ハム、ツナ缶、卵、マヨネーズ、牛乳、塩、砂糖、めんつゆです。こちらの材料で作っていきます。で、今回私が使うのはこちらですね。はい。はごろもフーズさんから出てるサラスタ。こちら使っていきます。4分茹でのものです。ツナ缶はオイル漬けのものを使うようにしてください。このオイルなんですけれども、少しね、オイル残した状態で使います。そして今回使うめんつゆは2倍濃縮です。こちら3倍濃縮などいろいろありますので、めんつゆは最後に入れてお好みで調整してみてください。それでは早速作っていきます。お鍋に卵が浸かるぐらいの水を張っていただいて、これを沸騰させます。水が沸騰したので塩を小さじ1/2ぐらい入れます。そしてこのクツクツを少し弱めていただいて、卵をそっと入れます。はい、このクツクツ状態をキープしながら11分茹でます。はい、時間が経ちました。それでは火を止めてお湯を捨てます。卵はこのように冷水に10分ほどつけておきましょう。それでは野菜を切っていきます。きゅうりを切ります。きゅうりは薄切りにしていきましょう。ボウルに入れていただいて、塩小さじ1/2ぐらい入れてください。そして軽く塩もみします。このまま10分ほど置いておきます。続いて玉ねぎです。玉ねぎは薄切りにしていきます。切る時も繊維に沿って切りましょう。今の時期ですとね、新玉があるので、新玉だとそんなに辛みもないので、新玉見つけた時はぜひ新玉で作ってみてください。玉ねぎはこれで OK です。で、玉ねぎはですね、水にさらしておきましょう。これで OK です。続きまして人参を千切りにします。人参は皮を剥きます。切りやすい方法で OK です。人参はこれで OK です。続きましてハムですね。まずね、2枚重なっているので剥がしていただいて半分に切ります。で、あとは重ねてハムは5ミリ幅ぐらいに切っていきます。ハムはこれで OK です。少しパラパラっとほぐしておきましょう。続いてゆで卵です。お尻の方を一皮むいて、でそこから親指の腹を使って剥いていきましょう。はい、で卵はまず半分に切って、この卵のね大きさはお好みで OK です。今回ね結構細かくしたいと思います。卵はこのぐらいの細かさにしました。それでは時間が経ったのできゅうりを一度水洗いします。はい、水洗いしたらしっかりと水を切りましょう。きゅうりはこれで OK です。玉ねぎも水を切ります。具材の準備はこれで OK です。こちらがきゅうり、玉ねぎ、人参、ハム、卵です。今回のポイントなんですけれども、この玉ねぎと人参は少しねお湯で茹でます。そうすることで程よい食感になって味も馴染みやすくなります。玉ねぎの場合は辛みも取れますので、ぜひねやってみてください。やり方は作りながらご説明していきます。それでは今からパスタを茹でていきます。で、パスタを茹でる時なんですけれども、茹でる水の量に対して 1% の塩を入れて茹でてください。今回私はですね、1リットルの水を沸騰させて茹でるので、10g の塩を加えて茹でていきます。で、まず塩入れます。そして火にかけます。このまままず沸騰させましょう。それではパス
タを茹でていきます。今回のポイントなんですけれども、パスタの茹で時間は袋に記載してある時間よりも1分多く茹でてください。そうするとですね、冷めても硬くならず美味しいサラスパに仕上がります。はい、では沸騰したのでここに入れます。パラパラパラーっとパスタ同士がくっつかないようにたまに混ぜてください。で吹きこぼれそうな時は火加減弱くしてください。それでは5分間茹でていきたいと思います。茹で上がる30秒前にこちらの玉ねぎとあと人参を加えます。はい、で軽くこの2つの野菜に火を通しましょう。はい、時間が経ちました。そしたら火を止めてざるにあけましょう。ざるにあけてしっかりと水分を切ってください。それでは熱々のうちにボウルに移します。そしてここからがポイントです。ここにオイルのツナ缶を入れます。このツナ缶を温かいうちに入れることで冷めてもパスタがくっつかなくなります。でこちらを温かいうちに入れていただいて全体的に混ぜましょう。このように全体にこのツナ缶のオイルを絡めていきます。で余熱でもねまたお野菜に火が入るので味もね馴染みやすくなります。これで OK です。それではここにお砂糖、そして混ぜましょう。このお砂糖を入れるとね全体的に味にコクが出るのでこのようにね最初に入れて馴染ませておきます。この後マヨネーズなど入れていくんですけれども、パスタがね温かい状態の時にマヨネーズを入れるとマヨネーズが分離してしまうので一度こちら粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。それでは残りの具材を入れていきます。まず卵、ハム、そしてきゅうり。まず具材だけを混ぜます。それでは最後仕上げに牛乳とあとマヨネーズですね。まずこの2つを入れて混ぜましょう。それでは最後にめんつゆで味を整えます。めんつゆの2倍濃縮3倍濃縮がありますので少しずつ入れて味を見ながら調整してみてください。で混ぜます。これで完成です。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これでスパサラの完成です。こんな感じに仕上がってます。そして最後ねトッピングで黒胡椒かけました。こちらはお好みで OK です。こんな感じで野菜もたっぷり入ったスパサラの完成です。それではいただきたいと思います。美味しそうですね。いただきます。美味しい。このきゅうりのシャキシャキ感もすごくいいですね。あとこのツナがまたいい味を出してますね。スパサラのこの麺の硬さもちょうどいい柔らかさになってます。冷めてもねパスタ同士が全然くっつかないのでお弁当にもぴったりだと思います。今日も美味しく仕上がりました。今回のスパサラのポイントです。具材はまずきゅうりは塩もみして水気を取ってください。そして玉ねぎは薄くスライスして水にさらしておきましょう。卵の大きさはねお好みの大きさに刻んでいただけたらと思います。こういった具材が全部揃ってからパスタは茹でるようにしてください。ポイントなのがパスタの茹で時間は袋に記載されている時間よりも1分多めに茹でてください。そうすることで冷めてもちょうどいい硬さになります。茹でるときはですね茹でるお湯の量に対して1% の塩を加えてください。そして茹で上がる30秒前に人参と玉ねぎを加えてください。少し火が入って味が馴染みやすくなります。玉ねぎに関しましては辛みも取れます。30秒しか茹でないので食感もねきちんと残りますのでぜひこちらの方法でやってみてください。そして茹で上がった後はお湯をしっかりと切ってその後温かいうちにツナ缶を加えてください。このツナ缶を温かいうちに加えることでパスタ同士がくっついてしまうのを防ぐことができます。かつツナの旨味も入るのでとても美味しいスパサラに仕上がります。でこのツナ缶なんですけれども必ずオイル漬けのツナ缶を使ってください。オイル漬けのツナ缶そのまま使ってしまうと少しね油が多いのでツナ缶がちょっと油に浸ってるかなというぐらいまでオイルを減らしてください。あと注意していただきたいのがマヨネーズを入れるときは必ずパスタの粗熱を取ってから加えるようにしてください。パスタが熱いうちに加えてしまうとマヨネーズが分離してしまう時がありますのでしっかりと冷ましてからマヨネーズと他の具材を混ぜてください。最後に入れためんつゆなんですけれどもこれは2倍濃縮3倍濃縮とかねいろんな種類があると思いますので最後に加えて味の量を見ながら加える量を調整していただけたらと思います。お弁当のおかずそしてご飯のおかずお酒のおつまみにもすごくいいかなと思います。ちょっとしたコツでとても美味しくなりますのでぜひ作ってみてください。
今日はちょっとしたコツで美味しくなるスパサラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。